なかなかないですね。はい、で今回これがモデルチェンジしてるんですけども、3000円から5000円ぐらい価格が下がってます。すごい。はい、値上げのニュースばかりのこの時代に、去年より安くなった新作がいくつもありました。しかも何かを削ったわけでも質を落としたわけでもない。むしろ良くなっているのに安い。なぜそんなことができるのか直接聞いてきました。おはようございます。岩崎です。私は今こちらにいます。じゃじゃーん、モンベルです。今日はですね、お招きいただいてモンベルの2026年秋冬新製品発表会に来ております。私自身モンベル大好きで何本か動画も出させていただいてるんですけれども、登山で活躍する商品はもちろん、日常でも取り入れやすいアイテムを中心に見ていきたいと思っております。それでは行ってきます。モンベルって登山の人のお店だと思われがちなんですが、今日出てくるものの半分以上は街で普通に使えるものでした。ただ今日一番お伝えしたいのは実は製品そのものじゃないんです。一番驚いたのは、なぜモンベルは値段を上げずにいられるのかの答えと、カタログにもサイトにも書いていない話でした。最後まで見るとモンベルの服を選ぶ目が多分少し変わります。取材の最後に今期の一押しはと聞いて名前が挙がったのがこの新素材、クリマエアライトです。見た瞬間薄い、向こうが透けるくらいです。なのに風がなければ暖かさは定番フリースのシャミースと同等。秘密は毛足の長さ。長い毛の間に空気を溜め込むから薄くても暖かい。そして重さ、長袖で 102g、 卵2個分です。普通の長袖 T シャツより軽い。これで4200円。カバンに1枚放り込んでおく上着としてかなり優秀だと思います。オフィスの冷房対策にも、山ではリュックの隙間に押し込んでおける保険にも。ただ通気がいい分風には弱い。風がある日は上に風を通さない上着、アウトドアではシェルと呼びますが、それを重ねる前提で考えてください。次はダウンです。コロラドパーカーという街でも着られるリバーシブルのダウンパーカーが今回モデルチェンジしました。22,000円、メンズは25,000円。リバーシブルなので1着で2つの表情。畳めば付属の収納袋、アウトドアではスタッフバッグと呼びますが、その袋にすっぽり入ります。モンベルのダウンは山用でも街用でも必ずこの袋がついてくるそうです。で、ここからが本番です。このダウン、中身のフィルパワーが650から800に上がりました。フィルパワーは羽毛の膨らみ具合を表す数字です。大きいほど少ない羽毛で暖かい。中身が上のグレードに変わったということです。中身が良くなったんだから当然値段は上がりますよね。2500円下がりました。意味がわからなくないですか？私もその場でなぜって聞いてしまいました。前提として今アウトドア業界はコストが上がる要因しかない状態です。原材料も輸送費も円安も、おまけに環境対応で素材そのものを切り替えている最中。この話は後半で詳しくしますが、当然そこにも開発費がかかる。普通なら値上げ一択です。何かを削ったわけではありません。私たちの目に触れないところで地道な企業努力を重ねてこられた。風土の調整に至ってはむしろ前より良くなっているそうです。性能を落とさずに作り方の方を変えている。しかも一部の商品の話かと思ったら。なるほど。実は開発レベルでは、お客さんにはわざわざなかなか言わないですけど、開発レベルではもうほとんどの商品で、コストダウンもそうですし、なんでこう本当は上がっちゃう予定だったものが据え置きになってたりとかもしてたので、それがあって、結構そうか5年ぐらいですかね、その辺を
重点的に取り組んでると。なるほ5年ほどとおっしゃっていました。値上げのニュースが当たり前になるずっと前から静かに多くの商品でやっていた。しかもわざわざ言わない。これが最初の問いの答えでした。ただ正確に言うとほとんどの商品が値下げされたわけではありません。多くは上がるはずだったものが上がらなかった。その方がむしろすごい話だなと思いました。ここからはカタログにもサイトにも載っていない話を2つ。どちらも直接伺えたから知ることができた話です。今回コルチナというシリーズにコルチナダウンハーフコートという女性向けの短い丈が新しく加わりました。これまでは膝上まであるダウンコートだけだったので、お尻が隠れるくらいの丈が増えた形です。お値段は29,500円。そしてこのコルチナのお話を伺う中で出てきたのが、丈の長いダウンコートのファスナーの工夫でした。丈の長いダウンコートの前を開け閉めするダブルファスナー。下からも開けられるタイプですね。あれ、下側のスライダーが手を離すとスルッと落ちてくることありませんか？操作しづらい、力任せに引っ張って壊してしまう。特に年配の方からその声が多かったそうです。実は私もこのタイプのダブルファスナーのダウンを着ていた時、同じように使いにくいなと感じたことがありました。それで下側のスライダーを特殊な形状に変えたそうです。だから手を離しても落ちてきにくい。こういった工夫はカタログやホームページには載っていません。気にしてくださった方にだけお伝えしているんですと笑顔で話してくださいました。そう思ってました。ベージュ。肌色って実は自分の肌の色とのトーン差で、結構実はそこのラインが出ちゃうっていうことが分かった。へ当然黒とかネイビーは濃いんで、もちろん透け若干出ちゃうんですけど、そしたらライトグレーが一番透けが気にならない。透けないっていうよりかその透けが気にならない。気になる。これグレーですか？そうです。なのでうちのアンダーって常々こういろんなところにライトグレーがいるのは実はそういうことで、なるほど。透けを感があまり目立たない。我々の中で調べた中でやっぱライトグレーがやっぱ透け感が一番気になる。そうなんだ。いや、白いシャツやブラウスの下に着るインナー、ベージュや肌色を選んでいませんか？肌の色に近い方が透けない。私もずっとそう思っていました。でも3年前、モンベルが社内で徹底的に検証した結果、一番透けが気にならないのはライトグレーだったそうです。肌色は自分の肌との微妙な色の差でかえって輪郭が出てしまうそうです。だからモンベルのアンダーウェアにはライトグレーが多い。理由があったんです。ただベージュが全部ダメというわけではなくて、少しピンク味のあるベージュなら透け感は出にくいそうです。そこは作り分けているとおっしゃっていました。ただここまでの話にはまだ続きがありました。値段を抑える工夫や製品の細かな改良についてお話を伺ってきました。その上でもう一つ、直しながら長く使ってほしいという考え方が心に残りました。7ページの方、これなんか意外と知られてないんですけど、やっぱり修理、やっぱりモンベル日本の企業なので、工場も北陸に、あります。修理の拠点が国内にあるので比較的早く手元に戻ってくるそうです。しかも預けるのは直営店のどこでもよく、カウンターに持って行ってそのまま渡すだけ。買ったお店でなくても大丈夫です。ただし公式サイトによると、受付から納品まで4週間から6週間が目安です。シーズン前に出しておくのが良さそうです。それでも壊れたら買い替えるではなくて、直して使うが普通に選べるのは大きいと思います。北陸総合センターっていうのがありまして、なのでそこで結構修理ができるので、比較的早くお戻しもできますし、直営店も130店舗以上あるので、そこでもう本当に手軽にポッて渡してお預かりしますみたいな形で、結構修理が手軽にできる。ここであれと思いませんか？値段を抑えて、しかも修理しながら長く使ってほしい。
それって新しい商品を買う機会が少なくなることにもつながりますよね。すいません。はい。ありがとうございます。例えばこれ修理なんですけど、うん。これ修理箇所、いやこれ違う。これ実はこれ、ここ修理したってわかります？あ、わかんないです。パッと見これわかんないんですけど、これあ、本当だ。上から貼ってるんですよね。本当だ。へえ。結構ね綺麗に。なるほど。なんか一箇所が切れても、こういう単位で変える。です。へえ。全然わかりませんでした。ダウンもレインウェアもシームテープ、縫い目を塞ぐ防水テープまで貼り直して仕上げるので、着る分には問題ない状態に戻る。よく見るとわかる。わかるんですけど、結構こんな感じで結構ダウンとかも綺麗に修理できる。へえ。なるほど。そうそう、なんかテープ貼ったりしてましたけど、するしかないと思ってましたけど。あ、そう従来はこういう感じで。こんな感じで綺麗。へえ、すごい。でね、レインウェアとかだとどうしてもちゃんとね、分かる感じにはなっちゃうんですよ。ちゃんとここもシームテープ貼って綺麗にするので、もう普通に着用としては問題なくなるほど、なるほど。使えるようになってます。はい。なんか味が出ていいですよね。愛着湧く。うん。へえ。長く使っていただきたいので。なるほど。意識もやっぱね、うん、やっぱ自然が好きな人が多いから。いやでもなんかこうメンテナンスするとすごく長持ちするじゃないですか。そうすると新しいものもなかなか買えなくなってます。あ、それでいいですね。素晴らしい。売り上げがうちはその辺も不思議な会社で、長く使ってもらおうっていう。不思議な会社ですねと担当の方が少し笑いながらそう話してくださいました。メンテナンスをすれば長く使える。長く使えれば買い替える回数も減る。それでも直しながら長く使ってほしいという考え方を大切にしている。そのお話がとても印象に残りました。長く使ってほしいと言われてもどう使えば長持ちするのかは正直よくわからないですよね。そこも聞いてきました。すでに何着か持っている人ほど聞く話です。最近レインコートやアウターの水の弾きが悪くなったと感じたことありませんか？買った時は水玉がコロコロ転がったのに、今は生地が濡れて色が変わってしまう。それ使い方のせいではないかもしれません。今アウトドア業界は撥水加工に使うフッ素系の薬剤をやめようという流れの真っ最中です。海外では法律で使えなくなっている地域もあります。モンベルも一昨年あたりから置き換えを進めているそうです。環境のためには正しい。ただ、水を弾く力は実際に少し落ちます。環境のために薬剤を変えた副作用として性能が下がる。それを隠さずに言った上で、だからこそお手入れを今まで以上にこまめにというのが答えでした。まず意外と知られていないこと。モンベルのダウンは洗濯機で洗えます。ダウンを洗うと聞くとハードルが高い気がしますが、ネットに入れれば大丈夫。そして強く勧めていたのが熱で乾かすこと。見た目が乾いていても中綿が湿っているとダマになってカビや匂いの原因になります。そして熱を加えることで撥水性能が戻る。ただし製品によって洗濯表示は違います。乾燥機が使えないものもあるので必ずタグを確認してからにしてください。撥水剤もスプレーより漬け込みタイプの方がいい。最後に熱処理までできるからです。小物ならドライヤーでも代用できます。洗剤を買うのが面倒という人向けに1回の使い切りのパックも用意されています。それも面倒ならモンベルの撥水コースが利用できる専用のコインランドリーがあります。洗濯と乾燥だけでなく撥水加工までまとめて行えるサービスで対応店舗も増えているそうです。さて、ここからは実際に見てきた新作をご紹介していきます。ただ新作を並べるだけではなく、
一つの視点で見ていただけたらと思います。新作が生まれた理由をたどっていくと、そこには誰かの声がありました。しかもその声は登山をする方だけのものではないことが多かったんです。例えばモンベルには半袖のジャケットがあります。普通防寒着で半袖って不思議ですよね。これお豆腐屋さんからの欲しいという声が始まりだったそうです。水を扱う仕事だと長袖は濡れてしまう。でも半袖だと寒い。その現場の声から生まれたそうです。そして今回そこから一歩進んで七分丈が登場しました。UL サーマラップラウンドネックセミロングスリーブジャケット 14,500 円。半袖ではやっぱり寒いという次の声に応えた形です。家で洗い物をするとき、袖をまくる動作を何回していますか？あれがいらなくなるという話です。区分ってそうですよね。じゃあ男性にはそうですね、ビジネスマンとか普段スーツ着てお仕事するような方に管理意見です。まさにこれも一般の方から気に入っているけどシャツの袖から出てしまってかっこ悪いという声があって、丈を上げて調整していった。素材はメリノウール、羊の毛ですね。ウールは汗の匂いが出にくい性質があって、朝かいた汗の匂いが夜まで出てこない。スーツで1日過ごす方には結構効くと思います。ジオライン、モンベルの定番の速乾インナーのシリーズです。そのカップ付きインナーはカップそのものがモデルチェンジしました。2枚のメッシュの間に空間がある構造で、汗を吸ってそこから抜けていく。厚みがあるのでトップに響きにくい。インナーのカップ一つでここまで話が続くんです。ちなみに一度やめていたシルクの下着、スペリオシルクショーツも今回復活するそうです。4,600 円。ファンが多いからという理由でコストを見直して作り直したそうです。肌触りとスレのダメージの出にくさは他の素材では出せないとおっしゃっていました。ここからは山に行かない人にこそ見てほしい新作を。街で人気なのが 3-in-1 フロストダウンパーカー。外側の上着と中のインナーがチャックで分離できて3通りに着られます。これまでは中身が化繊綿だけだったんですが、あまりに人気でダウン版が追加されました。中は800フィルパワー。お値段36,000円、メンズは4万円。春や秋は外側だけ。真冬は合わせて1枚に。そうやって長い季節を着られる一着です。それから普段使いでは嬉しい変更があったのがタンブラーです。容量が見直されて、テイクアウトのコーヒーをタンブラーに直接入れてもらえるサイズになったそうです。さらに食洗機が使えるようになって、蓋の形も顔に当たりにくくなりました。こうした細やかな見直しが使いやすさにつながっているんだなぁと思いました。それからさっきファスナーの話で出てきたコルチナダウン。これは街で着ることを本気で考えて作られています。まずポケットのファスナーが見えません。コンシールジッパーという閉じると生地に隠れるタイプを使っていて、アウトドア感が出ないようにしてある。ロゴも目立たない位置です。袖口にはインナーカフ。内側にフリースの筒が入っていて、袖から冷気が入ってこない。でも見た目はすっきりしたまま。生地はスーパードライテックという撥水素材で、小雨くらいなら中のダウンが濡れにくい。中身はもちろん800フィルパワー。山の仕様をそのまま街の服に落とし込んでいる。そこが面白いなと思いました。もう一つ、去年めちゃくちゃ売れて在庫が尽きたというダウンパーカーがあります。マットな質感で街でも着られるデザインながら、冬の低山で休憩する時などにも心強い800フィルパワーです。それがあまりに人気だったので、今回ネージュダウンジャケットとベストが加わりました。ジャケットが23,100円、ベストが19,200円、いずれもレディースです。あとは去年人気だったというコットンのスウェットシリーズにジッパー付きパーカーが増えたり、
リバーシブルダウンにコートとベストが追加されたり、街でも使いやすいラインナップがさらに充実していました。ちなみにダウンは濡れに弱いです。羽毛なので濡れるとぺしゃんこになって暖かさが落ちてしまう。汗をかく場面や雨の日は化繊綿、羽毛ではなく化学繊維の中綿ですね。そちらの方が向いています。洗濯機でジャブジャブ洗えるのも化繊の方です。そこは場面で選び分けるのが良さそうです。ここで白状すると、私はモンベルが服とギアのメーカーだと思っていました。全然違いました。自転車を売っています。しかも本体を6万9,000円からあって、電動アシストのクロスバイクで22万6,000円だそうです。ここも価格を下げたとのことでした。ランドセルもあります。今回リニューアルしてカラー展開が増えました。ベビーキャリーは畳んで小さくなるタイプで、2個目として買う人が多いそうです。他にも農業、林業、漁業の現場で着るウェア、クライミングの道具、犬用品まで、アウトドアの定義が想像よりずっと広かったです。ここからは山で使う道具を。ここで出てくる考え方は街で着る服を選ぶときにもそのまま聞きます。まずウェアから。雪山で着る上着をアウトドアではハードシェルと呼びます。硬いからという意味で、雨、風、雪を防ぐ一番外側の1枚で。レインウェアと何が違うのと聞いたら、表面のナイロンが違う。レインウェアはツルツルしていて、雪の斜面で転ぶとそのまま滑り落ちてしまう。ハードシェルは滑りにくい生地で転んだ時に止まりやすくしてある。ハードシェルには登山用とスキー用があって、スキー用は丈が長めでヘルメットの上からかぶれるフード付き。さらに生地1枚のものと中綿入りのものがあります。登山なら生地1枚がおすすめだそうです。寒ければ中に着る服を足せばいいので1年を通して使える。中綿入りは動きの少ないゲレンデ向き。これ街のアウターを選ぶときと全く考え方が同じです。分厚い1枚より薄い上着と重ね着の方が結局いろんな気温に対応できます。定番のライトシェル。ハードシェルより薄くて柔らかい羽織物に近い上着です。今回のマイナーチェンジで色味が落ち着いて街でも着やすくなりました。羽織物を1枚だけ買うならとお聞きしたらこれでした。秋冬の低山歩きにちょうどいい。ただしこれは防水ではありません。雨具は別に必要です。ここは勘違いしやすいところなので念のため。ゴアテックスは雨は通さないのに汗の蒸気は逃がすという素材ですね。こちらは本格的な登山用です。3-in-1 トレールシェルジャケット。外側の風よけと内側の保温着を別々にも重ねても着られるので、これ一つで春先から冬まで。中綿入りのサーマラップは EX ライトと UL の2種類があります。中綿が化学繊維なので濡れに強く洗濯機で洗える。汗をかく場面や雨が読めない日はこちら。普段着として一番使いやすいのも実はこのタイプです。まずネージュウォーカー with ゲーターという新しい靴底にガラス繊維が練り込まれていて、原理は冬用のスタッドレスタイヤと同じ。氷の上で滑りにくくなっています。雪が入らないよう足元を覆うカバーが最初から一体で、保温材も入っている。スノーシューで雪の上を歩くくらいまでならこれでカバーできます。そしてその上のクラス、アルパインクルーザー3000レザーは本当に本格的な雪山登山の靴だそうです。こういう靴は相場が8万から10万するところ、5万3000円から雪山を始めたい人の最初のハードルを下げています。ただ道具は行き先が決まってから選ぶのがいいかと思います。どこに行くか決まらないうちに上のグレードから買うと使わないまま終わってしまうので。新しいアルミアイゼン10。アイゼンというのは靴の裏に取り付ける金属の爪で、凍った斜面で滑らないための道具です。持たせてもらうと明らかに軽い。
ただしアルミなので岩の上を歩くと削れやすい。雪の上だけを歩く人向け。岩場も歩くなら従来の鋼のものを選んでください。スノーシューも新しくなりました。雪の上を沈まずに歩く、いわゆるかんじきですね。靴の下に履く大きなラケットのような道具です。2年前モンベルが2万円を切るスノーシューを出して話題になったんですが、今回はそれをさらに軽くしたライトアルパインスノーシュー50、16,900円。横向きの爪が少ない分、斜面を横切る場面では従来モデルの方が強い。ただ普通に雪の山を歩く分には問題ないとのことです。雪遊びの入り口としてはかなり手が届く値段です。アルパインゴーグルイージーチェンジはレンズが磁石でパチッと着脱できます。雪山では晴れの日と曇りの日で見え方が変わるため、レンズを交換することがあるそうです。担当の方もこれまでは予備のゴーグルを持って山へ行かれてたそうですが、このモデルなら交換レンズ1枚で済むようになったとのことでした。普段使いでも便利そうだなと思ったのがこの手袋です。指の部分に切れ込みが入っていて、そこから指先を出して外さずにスマホが触れる。これ通勤でも同じですよね。改札、スマホ決済、地図の確認。手袋を外す回数が減らせるのは山より街の方が効くかもしれません。食品も増えています。フリーズドライのサラダチキンは水でもお湯でも戻せる。テントを担いで泊まるとご飯やパンばかりでタンパク質が不足しがちなのでその答えですね。防災の備蓄や忙しい日の一品にも。レトルトカレーはグルテンフリーで山小屋にも卸しているそうです。この秋にはプレミアムチキンカレー、大山鶏の手羽元が2本入り。最後に一番驚いた新作を。スネークガード。毒蛇のハブから足を守るためのすねに巻くカバーです。ハブの生息地域の方から蛇に噛まれない足のカバーが欲しいという要望があって作られたそうです。イタリア産の革を使っていて12,600円。そんな要望にまで応えるのかと思いました。ここまで来るともうアウトドアメーカーさんというより現場の道具屋さんですよね。ここまでたくさんの新作を見てきました。最後に一番印象に残った話を。中には返品されて帰ってきたものとかもついてる状態で、我々開発がこう一個ずつ実は手作業で担当者が見てて、チェックされているんですか。それがちょっとなかなかお客様から戻ってきた製品を開発に携わる方が1点ずつ手で確認しているそうです。一つ一つ目を通しているからこそお客様の声を製品作りに反映しやすい、そういうお話でした。ではなくてもに基づいてやるようにしてるので、そうですよね。で皆さんがこうみんなアクティブでいろんなことされてる、そうですね。やられてますか。僕もこのちょうど七分丈のジャケットは水仕事をする方の半袖だと寒いという声から生まれた。ウールの袖丈はワイシャツの袖から出てしまうというビジネスマンの声から決まった。ファスナーの形は年配の方の開けにくいから変わった。全部に理由がある。そう、我々はやっぱそっちが結構重要で、山やってる人ももちろんそうなんですけど、普段使いされる方も刺さってほしいなっていう商品いっぱいあるので。そうなんです。そして最後に少し考えるような表情でこんなことをおっしゃっていました。山のスペックが当たり前になりすぎて自分たちは上手に伝えられていないと。山のために作られたものが実は日常でもとても使いやすい。でもそのことがあまり知られていないと。だから今回は登山をしない人にも見てほしくて作りました。値段が上がらないのには5年分の理由がある。ファスナー一つにも理由がある。直して長く使ってほしいと本気で思っている。そう知ってから手に取ると同じ服が少し違って見えます。今回の展示会では新製品を見るだけでなく、
リペアやメンテナンスへの取り組みや製品一つ一つに込められた考え方まで知ることができました。展示会を通じてモンベルが大切にしている考え方に改めて触れることができたように思います。皆さんのお気に入りのモンベル製品やこんな工夫があったよという発見があればぜひコメントで教えてください。はい、ということでモンベルの2026年秋冬新商品発表会に行ってきました。いやー、新商品もたくさんあって、もうどれも欲しくなるものばかりでした。そして今回初めてだったんですけれども、モンベルの方々とたくさんお話をさせていただき、いや皆さん終始温かく迎えていただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。今回紹介した商品はまた詳しく動画を作っていきたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。